にちは。今回は悪役令嬢転生おじさん第8話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。電気のない世界でパーマどうしてるんだろうって謎が解けた。親父メイド服デビュー。おじさんメイドになる。メイドグレース様かわいい。美人は何を着ても似合う。現実のヨーロッパの貴族って自分でワイナリーや牧場を経営してワインだのチーズだのを生産して売ってたりするみたいだしな。300人は確かに贅沢だよ。普通は299人ぐらいだ。1人よりメイドかわいい。教育もしてるのか。さすが公爵邸。下働きの者たちにもきちんと教育をしている。素晴らしい。もうこれグレイス君シュルートしかないような気がしてきた。王子の立場。おじさんが革命を起こすのか。ベルサイユ宮殿には1万人の使用人がいたそうな。だから召集方向としてバラだらけなのか。でもマリー・アントワンネットは60億リーブルをギャンブルで吸ったりしてる。300人に払う給料だけで大変ですな。身分社会の偉い人の贅沢にはそれなりの根拠があるんだよね。雇用する仕事を作るって大変だもんね。金を使って下々に回していただかないと。お互い立場を逆に考えている。噛み合わない2人。すれ違ってるな。お互いがお互いに使えるイメージしてらっしゃる。昭和の演出。昭和を知っている娘。昭和の演出を知っているのか。エリート宅教育履修済みだぞ。両親の英才教育でオタになってるから知っているんだろうな。両親に昭和時代の作品もたっぷり見せてもらえてそう。昭和なら劇画になる。なんか暑苦しい青春ドラマ。あの夕日向かって走りましょう。おじさんを挟んでるのにユリに見えるバグ。そごのあるまま問題なく話が進んでて笑った。エンディングにもいた金髪猫耳メイドはクール系かと思ったらすごくキー仲娘だったか。昭和の演出。エンディングマツケンサンバ。マツケンサンバの時間だ。奥様は別荘で療養中とのことだけど、エンディングでは元気にタオルをフリになってらっしゃるので回復なされるのだろうか。ラブラボの宮原瑠璃先生だ。宮原瑠璃は自分の新作書かんのか。300は覚えられなさそう。奥義に名前書くスペースが足りない。300人。ちょっとした会社レベルの規模だな。人件費すごそう。それ国で一番偉い貴族だし。また目的施設だもんな。かなり教育に力入れてるな。本来の上級の役割なんだよね。それ以上はいろんな国に刺さるからやめよう。国で2番目の地位だとちょっとした大名どころか不代の上積みの大大名って感じじゃないのかな。公爵は普通王の血縁だから御三家とか御三卿。つまり紀州徳川家つながった。まさかそこでマツケンサンバにつながるとは。やっぱあんな基礎スペックがとんでもねえな。庶民ですぐこの発想に至れる時点でスペック高すぎるよね。もしかしてあんなってちょい有能なのでは。主人公だぞ。ただしグレイスが関わらない場合に限る。主人公だから超ハイスペックの超チート持ちのはずなんだ。平民が首席で入学するだけでもハイスペック。ゲームシナリオから離れ始めた状況を現実のひな子が解説してくれるので物語の現状把握がしやすくて助かります。そして無駄に細かい設定にもきちんと意味を持たせる脚本がうまいし、グレイスとアンナのすれ違いつつも噛み合うやりとりも相変わらず面白い。個人的にはケンザブラオが見たいミシンな夢が非常に気になった今回。ちゃんと娘側にも伝わってるのか。まあケンザブラオの魂がゲーム内に転移したってだけでだいぶイレギュラーだもんな。娘の洞察力が神。あとアンナが人として立派すぎて思わず涙腺が。今回は何気にランベールがファンを増やしてるような気もする。んでマチルドさんのエピソードをここに挟むか。自然なところに落とせたな。そしてやっぱり昭和の演出に笑う。いい話やったな。なんか公爵家が一つの会社みたいな感じにも見えたな。
ある意味仕事でもあり学校でもある。出た後になせることが大事なんだな。ためになったね。来週もお楽しみに。オーベルヌ家は一つの社会。マチルドの方言が可愛い。鳥かごの夢は何だろう。ひなこもゲーム進行と違う。異世界を感じてて面白い。グレイスとアンナの祖母は通常運転。夕日を眺め昭和演出エンド。伏線な予告。ゲーム世界の転生ものはもともと異世界転生の足だったと認識しているが、そこを一周してゲームに似た異世界という解釈は逆に新しい。そして転生先と現実世界の関係性といい、異世界もので考えそうでほとんど考えられていない点にメスが入るの楽しい。アンナの貴族というお仕事への理解力は大変素晴らしいのだが、だんだんアンナの性癖が歪んでレズの波動に目覚めてしまった。もう普通の恋愛はできないから、責任取ってオーベルヌ家に迎え入れるしかないね。夢の中でグレイスと対面したケンザブロー。これは最終回付近で対話イベント来るか。ゲーム画面にケンザブローのビジュアルで出てきたのは笑ったんだけど、実情は考察に夢中なのかツッコミなし。もう慣れたのか。やはりゴールはおじさんが家族の元に帰ることとグレイスの復活になりそう。殻に閉じこもる弱気なグレイスを励まし支えるアンナも見てみたい。メイド服を着たアンナやグレイスだけでなく、魔女版にはしゃぐランベールも可愛かったです。メイド界。グレイス様の思惑とアンナちゃんの思惑はすれ違い。アンナちゃんは果てしなく壊れていく。笑い。グレイス様への恋心でもう前しか見えなくなっちゃってるアンナちゃんがどこまで暴走するのか、ちょっと楽しみになってきたのです。笑い。悪役令嬢転生おじさんは異世界もの悪役令嬢ものという定型を遊ぶ作品なんだけど、それは真新しさ目的の逆張りじゃなしに、自分だったらこうするという答えを出すことの方に比重を感じるところが好き。アニメ8話での豪奢な貴族生活についてのアンナの回答はその表れだよなと。原作では作者様がとにかくメイドを描きたいがための回だったとかというのは冗談ですが、今回もきちんとノブレス・オブリージュについて設定が練られていて感心しました。しかし檻の中で眠るオリジナルグレイス様の正体は一体。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。